ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ヒーローウォーズは、本当によくできたゲームで、いくつもの罠が存在するように思えます。ギルド戦で勝ちたいと思うのなら、素直に、アリーナ上位50人が採用しているヒーローを使うべきです。どこのサーバーにも、アリーナ上位50名から、ほとんど採用されていないヒーローが存在すると思います。それは、なぜでしょうか？ストレートに言ってしまえば、勝てないとわかっているからです。ここのヒーローだけを見ると、上辺の戦闘力に大差はないように思えます。しかし、5人のヒーローでチーム編成を組んだ際は、相乗効果を発揮しないヒーローの組み合わせだと、本当に勝てないのです。ギルド戦の指揮官を経験されている人はわかると思いますが、ヒーローの総合パワーが50万以下同士で戦う場合は、我流のチーム編成でも通用します。このゲームには、いくつもの罠が存在すると冒頭でお伝えしましたが、総合パワーが50万を超える頃から、その罠が牙を剥き始めるのです。ゲーム初期の頃から使っているヒーローに、愛着を持っている人は多いと思います。そして、多くのプレイヤーが初期の頃にお世話になるヒーローとして、ガラハットやイシュマエルを思い浮かべるでしょう。過去の動画で述べたことがありますが、イシュマエルとガラハットは、タワー攻略に特化したヒーローとして、ステータスを調整されています。これは、ヒーローウォーズの公式が述べていることなので、本当のことです。イシュマエルとガラハットは、吸血能力を所持しており、格下の対戦相手とだけ戦うタワーでは、その威力を発揮します。しかし、チーム編成の総合パワーが50万を超える頃から、対戦相手の防御力が上昇するので、ガラハットとイシュマエルをチーム編成に組み込むと、攻撃面でも防御面でも通用しなくなります。実際に、アリーナランキングが500位を超える位置になると、ガラハットやイシュマエルの姿を、ほとんど見かけなくなるはずです。ゲーム初期の頃から資源を投資して育ててきたことを考えると、他のヒーローに乗り換える決断をするのは、非常に困難だと思います。かといって、いつまでもずるずると勝てないと分かっているヒーローを起用し続ける限り、ギルド戦とアリーナでは、歯が立たなくなります。カーク信者は、ギルド戦の攻撃目標の設定を担当していますが、ガラハットを採用している人を、ヒーローと対戦させることはありません。なぜなら、格上には絶対に負けて、同じ総合パワーの対戦相手に勝つことはほとんどなく、7万パワー程度格下の対戦相手にすら、一人も倒せないまま敗北することが多いからです。ギルド戦で最も困ることは、ヒーロー同士の対戦の際に、敵を一人も倒せずに負けることです。そうなってしまうと、2番手が攻撃する際に、対戦相手のスキルがすぐに発動してしまい、本来なら、勝てる組み合わせの対戦相手にも勝てなくなってしまうからです。話をまとめるよ。ゲームに避ける予算が豊富で、ガラハットやイシュマエルに資源を投資することを、男のロマン、と割り切れる人なら、それも、このゲームの楽しみ方だと思います。しかし、低予算でヒーローウォーズを遊戯して、アリーナやギルド戦で活躍したいと考えるのなら、ガラハットとイシュマエルに投資を続けるのは、賢い選択とは言えません。カーク信者のギルドにも、総合パワーが70万を超える頃まで、ガラハットを採用し続けていた人がいました。本人の名誉のために、名前は言えませんが、アキラさんです。ガラハットのグリフさえマックスになれば、アーティファクトさえマックスになれば、チャンピオンスキンさえマックスになれば、これだけ資源を注ぎ込んだんだから。そして、ガラハットは、グランドアリーナの2軍タンクとして、活躍しているそうです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、広告に出演することが、ガラハットの仕事だと思う人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。